皆さんこんにちは。弁護士の長野康と申します。今日は法律で暮らしを守る方法、同性カップル編ということでお話を申し上げたいと思います。皆さんもご存知かと思いますが、現在日本の法律では同性間の婚姻を認めておりません。婚姻というのは、日常的な用語で言えば結婚ということですが、いわゆる同性婚ですね。同性婚が日本の法律では認められていないということになります。同性間の婚姻が認められてないことによって、同性カップルは、何もその手当をしないとですね、いろいろ法律的に守られないという、そういうさまざまな問題が生じます。では、同性カップルが2人の関係を法的に守るためにどのようにしたらいいのかということについて、以下パートナーシップ契約、医療に関する合意書、任意後見契約、遺言、死後事務委任契約について、ご説明をしたいと思います。ちなみに、こうしたですね、契約等はまさに危機の時にですね、ものを言います。同性カップルも、特に若い世代でですね、2人の関係もうまくいっていて、2人ともまだまだ元気であると、そういう状況であるとですね、あまり法律というものは意識しないで済むかもしれません。しかし、怪我をしたり病気になったりだとかですね、あるいは認知症などで判断能力が低下したりだとか、あるいは片方がお亡くなりになった時だとかですね、そういった時に、法的な保障が何もないといろいろ困った事態が生じることがあります。あともう一つはですね、2人の関係がうまくいかなくなって別れる時ですね、この時にも、やはり何らかのその法的な保障というものがないといろいろ困ってしまうということがあります。はい。それでは、まず、パートナーシップ契約ということについて、ご説明をしたいと思います。これはどういうことかというと、要するに2人の約束事をですね、契約書にしておくということです。で、どういうふうに作るかということなんですが、一般的な作り方としてはですね、男女間の、婚姻ですね、今民法で認められている結婚婚姻というものがありますけれども、その効力というものを参考にして、パートナーシップ契約を作るということが一つ考えられるかと思います。でこれはですね、今インターネット上でもいろいろひな形などが上がっておりますので、皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、例えばですね、2人が愛情と信頼に基づいた真摯な関係にあることをまず最初に確認をして、でその後で、これは男女間の結婚と同じようにですね、同居協力扶助義務をお互いに課すであるとか、あるいは婚姻費用の分担、婚姻費用というのはいろいろな2人が生活をしていく上で必要になるさまざまな費用ですよね。そういったものをどのように分担するのかといったことだとか、あるいは2人の財産ですね、それぞれが買った財産というものを、それが誰の持ち物だということにするのか、そういう財産の帰属についての取り決めだとか、あるいは2人の関係がうまくいかなかった時にですね、どういうことが起これば2人の関係を別れることができるようにするのか、それをあらかじめどういうふうに定めておくのかとかですね、あるいは2人が関係を解消する時に財産をですねどういうふうに分けるのかとか、そういったようなことをこの契約書に定めておくというのが一般的なやり方であろうかと思います。でこういう2人の間のパートナーシップ契約というものはですね、契約というのはそもそもその契約の当事者の間でのみですね効力を持つものですので、第三者に対する法的な効力、拘束力というものは特にありません。ただ、そうした書類をきちっと作っておけばですね、
2人がパートナーであるということを事実上証明するという、そういう効果があろうかと思います。で例えば、それがどういう場面で使えるかというと、例えばですね、2人で賃貸住宅を借りたいよと、そういう時に、2人の関係は同性カップルなんですよってことを、そういう書類を作っておくことによってですね、より証明しやすくなるということもあろうかと思います。であともう一つ、医療の場面でですね、とても重要な効果を持つことがあるので、それは後ほどご説明をいたします。であとこういうその2人の契約書に代わるものとして、あるいは同時にですね使えるものとして、地方自治体のパートナーシップ書の証明制度があります。これは皆さんマスコミ等でご存知かもしれませんが、当初2015年に渋谷区で始まった制度ですけれども、2人がパートナーであることを地方自治体が広い意味で証明してくれるという、そういう制度なんですけれども、ご自分がお住まいの地方自治体がですねこういう制度を持っていれば、その証明というものを使うこともできることもあろうかと思います。はい、そしてこのパートナーシップ契約なんですが、公正証書でこの契約書を作るということもできます。公正証書というのはどういうものかというと、公証役場というところがありまして、公証人というのは、これは国からですね、任命をされてなっている、そういう元裁判官とか元検察官とか、そういった方が公証人になっているんですけれども、この公証人の方に書面を作成をしてもらうという、そういうこともできます。でこの公正証書にしておきますと、公証人が作るものですから、とても信用があります。2人だけで作った契約書ですと、後になってですね、これは誰かが偽造したものだとかですね、相手に無理やり書かされたものだとかですね、そういう争いが起こる可能性もゼロではないわけですけれども、公正証書にしておけば、そういう争いを比較的防ぐことができるかと思います。この交渉制度についてはですね、皆さんご存知じゃない方もいらっしゃるかと思います。法務省がここに書いたウェブサイトでですね紹介をしておりますので、関心のある方はぜひご覧になっていただければと思います。はい。で次、医療に関する合意書ですね。これは先ほど申し上げましたパートナーシップに関する契約書、この中にこの医療同意に関する問題もですね、含めて作るということもできます。でこれはどういうことかといいますと、例えばですね、病院に行った、怪我や、病気でですね病院に行った時にですね、もちろん本人がまだ頭がはっきりしていて意思表示ができる時は、それは本人がですねお医者さんから説明を受けたりだとか、治療の方針を聞いたりだとかですね、あるいは手術について同意をしたりとかいうことは、それは本人ができますから、それはそういう場合は特に問題は生じないんですけれども、本人が意識不明になってしまったとかですね、もうとてもかろうじて意識はあるけれども、大変重い症状でとても自分で意思表示をすることができない、そういう場面にどうするかというね、まさにそういう問題なんですね。で異性のカップルでありますと、大体配偶者の方はいらっしゃいますかっていうふうにお医者さんが聞いて、それで配偶者の人が本人に代わって説明を受けたりだとか、治療方針を聞いたりだとか、手術について同意を与えたりをすることが多いと思います。これは別に法律でそう決まっているわけではないんですけれども、慣行上そのようになされることが多いと思います。あるいは配偶者がいないケースであればですね、親御さんであるだとかお子さんであるだとか、そういう親族がですね、そういうことをするということが多いかと思います。ただ、同性カップルの場合はですね、法律上は親族関係にはありません。そうすると、病院はですね、
私はこの人の同性パートナーなんですというふうに言ったとしてもですね、その人に対して説明をしたりだとか、手術の同意を求めたりをするんじゃなくって、親族の方いらっしゃいますかって言って、それで親族の方を来てくださいとかですね、親族の人に連絡を取ったりとか、そういうふうにするようなこともよくあります。実際に最近にもそういうケースがありました。ですので、実際にその同性カップルの方で、いざ自分がですね、そういう病気や怪我をして自分が意思表示ができなくなった時には、自分のパートナーに自分に代わって、説明を受けたりだとかですね、手術の同意をしてほしいんだと、そういうふうに思うんであれば、あらかじめそれはですね、医療に関する合意書というものをちゃんと作っておく必要があります。つまり、私は自分のパートナーにですね、医師から説明を受けたりだとか、治療方針を聞いたりだとかですね、手術の同意をする、そういう権限を与えておきますと、そういう書類をあらかじめ作っておくということです。あるいは、誰に付き添いを認めるのかとか、誰に面会を認めるのかとか、これについてもあらかじめ契約書で作っておくというのが、この医療に関する合意書ということになります。で今ちょっと医療に関する合意書もですね、これも先ほど申し上げました通り、公正証書で作っておくと、より信用性が高まるということになろうかと思います。で、この医療に関する合意書もですね、あくまでも2人の間の契約ですから、病院を法的に拘束をする力があるわけではありません。ただ、そういう書類を作っておけばですね、病院側としても、確かにこの人はパートナーなんだなということをより確かめやすくなりますので、そのパートナーに治療方針説明するだとか、手術の同意を得るとかですね、そういったことを病院としてもよりやりやすくなるかと思いますので、作っておかれる意味は非常にあろうかなというふうに思います。はい。それであと次、任意後見契約ですが、任意後見契約というのはどういうことかといいますと、認知症などで判断能力が低下した時のために、そういった場合ではですね、もう自分で自分の財産を管理したりだとか、例えば施設に入る契約をするとかですね、病院に入る入院契約をするとか、そういうことができなくなってしまいますので、それをあらかじめ自分に代わってですね、この人にお願いするというふうにあらかじめ契約しておくのが、それが任意後見契約というものなんです。で、これ任意後見契約はですね、必ず先ほど申し上げた公正証書で作っておく必要があります。で、仮に自分のパートナーに任意後見人になってほしいということであればですね、パートナーとの間でお互いに任意後見契約を結んでおくということがいいかなというふうに思います。で、実際にこれ任意後見契約はですね、もうこれは国の法律で定められている制度ですので、任意後見契約を作っておくということがお互いがですね、パートナー関係にあるということを間接的に証明する一つの材料にも使える、そういう効果も、事実上の効果もあろうかなというふうには思います。はい。で、あとですね、今は自分の判断能力がなくなってしまった場合にものを言うのが任意後見契約なんですけれども、まだ頭ははっきりしてるけれども体が不自由になったと、そういう場面もあろうかと思います。で、そういう場合に備えてですね、財産管理契約を作っておくということもあります。で、先ほどの任意後見契約とですね、財産管理契約というものをセットで作っておくということもあります。で、この任意後見契約につきましてはですね、これもいろいろインターネット上でもいろいろ情報出てくるかと思いますけれども、渋谷区がですね、任意後見契約合意契約公正証書作成の手引きというものをウェブサイトで発表しております。これなかなか参考になると思いますので、関心がある方はご覧になっていただければなというふうに思います。はい。そして次は遺言ですね。
これはまさにパートナーがお亡くなりになった場合に問題になる点をカバーするのがこの遺言ということになります。で、異性のカップルであれば結婚をしていればですね、配偶者の方には相続権があります。ですので黙っていても相続というものをすることができるわけです。しかし同性カップルにはですね、同性パートナーにはですね、法律上相続権がありません。ですので仮に何も作っておかなければ最悪の場合ですね、2人で築き上げた財産をパートナーの方は一切何ももらえないという可能性が出てきてしまいます。ですのでパートナーに財産を残したければですね、遺言を作成をしておくというそういう必要があります。この遺言についてもですね、やはり公正証書で作っておきますと信用性が高まります。遺言についてはですね、よくこれは無理やり書かせたんじゃないかとかですね、遺言を書いた時にはすでに認知症が始まってて判断能力がなかったんじゃないかとかですね、そういう争いが実際後になって起こることもよくあるんですけれども、公正証書にしておけばですね、そういう争いを比較的防ぐことができるかなというふうに思います。あと、これは死後事務委任契約というふうに書きましたけれども、これは例えば、カップルの片方がお亡くなりになった時にですね、例えば病院や施設の費用の清算だとかですね、あと葬儀だとか納骨だとか役所の届けとかですね、そういういろいろことが生じるかなとは思うんですけれども、それについてパートナーにあらかじめ委任をしておくというのがこの死務事務委任契約ということになります。これも冒頭申し上げましたパートナーシップ契約の中にですね、この死後事務委任のことについても一緒に盛り込んでおくというそういう作り方をする方もいらっしゃいます。はい、で今これまで述べてきたところで解決できる問題もねもちろんたくさんあるんですけれども、実はこういう契約だとか遺言によっては解決できない問題もあります。例えば、法律ではですね異性の法律婚配偶者にはですねさまざまな権限を認めています。例えば相続税についてはですね配偶者は、税金がですね非常に大きく軽減をされています。しかしこれは、同性カップルについてはですねこれは事前に契約をしておくとかですねそういう措置によってカバーすることがどうしてもできないんですね。これはどうやってもこの軽減措置配偶者の軽減措置というものは受けることができません。その他にももろもろいろんな配偶者という配偶者にはですねさまざまな権限があるんですけれども、どうしても認められないものっていうのは他にもたくさんあります。また社会保障制度上もですね、これも配偶者にはいろいろな恩典があるんですけれども、これも同性カップルにはですね必ずしも認められないということになっております。これ今必ずしもというちょっと表現をしたのはなぜかと言いますと、社会保障制度についてはですね異性カップルであれば事実婚であってもですね適用対象になることが多いです。具体的にはですね法律の条文上で婚姻の届け出がなくても事実上ですね婚姻関係と同様の事情のあるものについては配偶者に含めるというそういう解釈というかそういう条文になっているんですね。ですので同性カップルにもそれを適用することはできるじゃないかというねそういう解釈もないわけではありません。ただこれは裁判をしない今実際に犯罪被害者給付金という制度がありましてそのことについて今名古屋の方で裁判になっております。ですのでなかなか国も裁判をしないでですねそれを認めてくれるってことはなかなか現状ないかと思いますのでなかなかこれも現時点においてはなかなか同性カップルにそれを認めさせるっていうのは簡単ではないというそういう状況にあろうかと思います。はい、ですので、
最終的にですね、こういうもろもろの異性の配偶者に認められている権限を、同性の、カップル同性のパートナーにですね認めさせていくためにはやはり同性間の婚姻をですね法制化する必要があろうかというふうに思います。で、同性間の婚姻についてはですね今同性間の婚姻を認めていない日本の今の法律は憲法に違反をしているんだということで、訴訟が起こっております。皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれません。その訴訟についてはですね、今ここに挙げました一般社団法人マリッジ・フォー・オール・ジャパンのウェブサイトでですねご紹介をしておりますので、ご関心のある方はぜひご覧になっていただければなというふうに思います。あとそれと、ちょっとしばらく前に出した本ではあるんですけれども、この同性婚誰もが自由に結婚する権利という本があります。これは同性婚人権救済弁護団で作った本です。この本にはさまざまな同性カップルに関する法律問題が分かりやすくまとめてありますので、関心のある方はぜひご覧になっていただければなというふうに思います。あと最後になりますが、法律で暮らしを守る方法 LGBTQ+ 編ということで、もう一つ別の動画がございますので、そちらでいろいろなLGBTQ に関するですねさまざまな法律相談の事例についてご紹介をしておりますので、もしよろしければそちらもご覧になっていただければなというふうに思います。